はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら、ムーンドロップから7月下旬に発売されました猫ケーク黒猫というですね、完全ワイヤレスイヤホンをレビューしていきたいと思います。ムーンドロップは私のチャンネルだと初めてご紹介するんですけども、中国のブランドで主に有線イヤホンをですね、たくさん出しているメーカーだと思うんですけども、完全ワイヤレスイヤホンもちょこちょこと開発されているメーカーになります。ムーンドロップのイヤホンって結構有線イヤホンだとレビューしている方も多いんですけども、完全ワイヤレスイヤホンをレビューしている方ってあんま見かけないんですが、有線イヤホンだと安いモデルでもかなり音質がいいということで評価が高いモデルが多いと思うんですけども、なかなかですね、チャンスがなくてレビューする機会がなかったんですけども、いいイヤホンないかなと思って探していたらですね、このパッケージなんかが目に入ってきてですね、思わずですね、ポチッとしてしまいました。箱のですね、パッケージ自体も可愛いんですけども、イヤホン本体もですね、かなり可愛い作りになっているので、ぜひですね、最後までご覧ください。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、ムーンドロップ猫ケーク黒猫のスペックや価格からご紹介していきたいと思います。この黒猫はノイキャンには対応していて、外音取り込みには未対応のモデルとなっています。この構成ってなかなか特殊で、どちらかだけ対応しているとしても、外音取り込みだけというものが多いんですけども、ノイキャンは対応しているけれども、外音取り込みは未対応というモデルはなかなか珍しいですね。外の音を聞きたいっていう時は、耳から外せばいいから、ノイキャンだけついていればいいって方には、かなりいいんじゃないかなと思います。ワイヤレス充電には未対応で、片耳のイヤホンのみでの使用も可能となっています。片耳で使用したときはモノラル再生になります。マルチポイント接続は未対応ですね。で、Bluetooth のバージョンは 5.2 となっていて、対応コーデックは SBC と AAC ですね。ドライバーなんですけども 13mm の大口径のダイナミックドライバーが使われています。で、充電時間なんですけども、イヤホン本体が約1時間、イヤホンケースが約 1.5 時間となります。バッテリー持続時間はイヤホン本体が最大4時間、イヤホンケース併用で最大12時間となっています。バッテリー持続時間がちょっと少なめですね。で、サイズなんですけども、このようになっていて、大きくも小さくもなく一般的なサイズとなっています。で、カラーなんですけども、今回ご紹介するブラックの一色展開ですね。重量はこんな感じになっていて、ケースとイヤホンを合わせた重量もイヤホン本体の重量もかなり軽いイヤホンとなっています。充電ポートは USB-C、保証期間は12時間となっています。その他としましては、アプリによるイコライザー設定とか、タッチ操作のカスタマイズなんかも可能となっています。それから、ムーンドロップの公式バーチャルライバー、三月ゆきさんという方の音声ガイダンスが流れて、かなり可愛らしい声のガイダンスをしてくれます。価格なんですけども、現在 Amazon で6000円となっていて、完全ワイヤレスイヤホンの中ではかなり低価格だけど、ちゃんとノイキャンが搭載されているモデルとなってますね。はい、それでは外観やデザインについて見ていくんですけども、外観はですね、こんな感じになっていて、黒猫というですね、イヤホンの名前通り、黒い本体に猫がですね、こんな感じで書かれているイヤホンになっていて、猫がですね、お怒りな表示をしていますけども、これもですね、かなり可愛いんじゃないかなと思います。猫好きにはたまらないというイヤホンですね。上に行きますとこんな感じになっていて、こちらにですね、猫ケーキと書かれていて、この3本線もですね、猫の引っかき傷のデザインになっていて、この辺もこだわってるなって感じがしますね。で、裏面に行きますと、こちらにリセットボタンがついています。で、裏面はこんな感じですね。各種の印字がされているのと、この下の面にですね、USB-C の端子がついていて、これって珍しいですよね。こうですね、縦にこう置くようなデザインですと、こっちの裏面に USB-C のですね、ポートがついているものが多くて、例えばこちらですね、ソニーのリンクバッツ S ですと、リセットボタンの横に USB-C の端子がついているモデルが多くて、この黒猫はこの下の面についているという形ですね。こう縦にも置けるけど、基本はこうやって置くという感じなんですかね。この猫の面を上に置くっていう感じなのかもしれないです。で、質感に関しては、この価格帯ということもあって結構プラスチック感はあって、普通のプラスチックの質感になってますね。ちゃんと映ってるかわからないですけども、若干ですね、指紋なんかは目立つ作りになってますね。前面にはですね、こんな感じのインジケーターも搭載されていますね。で、ケースを開けるとこんな感じにイヤホンが収まっています。イヤホンケースとイヤホン本体のマグネットの強さもチェックしていくんですけども、かなり大きく振るとイヤホンケースが開いてしまってイヤホン本体も取れてしまうという形になるので、めちゃくちゃですね、強く振らない方がいいかなって感じですね。で、イヤホンケースを開けた時ですね、カチッと止まるので、イヤホンケースを傾けたりなんかしても、勝手にですね、イヤホンの蓋が閉まったりしないっていうのはいいポイントですね。安いイヤホンだと特に開けた後ですね、傾けるだけでイヤホンの蓋がパタッと閉じてしまうっていうのはよくありがちなんですけども、カチッとしっかり止まるので、そこはとてもいいポイントかなと思います。で、イヤホン本体なんですけども、こんな感じになっていて、スティック型の完全ワイヤレスイヤホンになっていて、スティック部分にはこんな感じでムーンドロップと書かれていて、こちらにもですね、猫の引っかき傷があるという感じで、結構細部までこだわっています。スティックの横の面に行くと、LR の表記と、この猫のですね、肉球の表記なんかもあって、こちらもですね、さりげなく可愛いのがいいんじゃないかなと思いますね。
裏面に行くとこんな感じになっていて、若干ですね、耳に収まる部分のここがちょっと大きいかなっていう感じはするんですけども、めちゃくちゃですね、耳が小さい方でなければそんなに痛くなるってこともないんじゃないかなと思います。イヤーピースを外してみるとこんな感じになっていて、このノズルの先端はですね、楕円形になっていますので、サードパーティー製のイヤーピースだとちょっとつけづらいかなっていう感じがします。で、イヤーピースはシリコンのものが使われているんですけども、カスの部分はそんなにですね、めちゃくちゃ分厚いって感じじゃないですけども、ペラペラって感じもなくて、そんなに簡単にですね、破れてしまうとかそういうこともないんじゃないかなと思います。こんな感じのですね、スティック型になっていて、なかなかデザインなんかもこだわってますね。ムーンドロップ自体はですね、他のイヤホンなんか、有線なんかでも結構デザインにこだわってるようなものが多くて、これもですね、ムーンドロップらしさが出てるって感じですかね。猫好きな方とかですね、デザイン面にもですね、こだわりたい方なんかにはおすすめかなと思います。これをですね、友達の前で見せれば、かなりですね、話題にもなるんじゃないかなと思いますね。こんな感じの外観になっています。はい、続きまして、付属品について見ていくんですけども、付属品はこんな感じになっていて、まずこちら USB-A と USB-C のケーブルが入っています。合格証というシートと保証書ですね。こちらが入っているのと、で、説明書が入っています。こちら分厚くて多国籍言語で書かれているんですけども、日本語での説明もあって、安全上の注意も含めてですが、20ページぐらいですかね、日本語で書かれているので、結構ですね、しっかりしているなって感じがしますね。日本語で書かれてますので、初めてですね、完全ワイヤレスイヤホン挑戦してみようって方にも使いやすいんじゃないかなと思います。そしてイヤーピースがこんな感じで3サイズ入っていて、S、M、L が入っていて、もう1サイズのですね、M がイヤホン本体にもともとくっついているようで、M サイズが合計2個入ってるっていう感じみたいですね。ちょっと珍しいですけども、M サイズのペアがですね、1個入っているということで、なかなかこの形状だと、サードパーティー製のイヤーピースに付け替えるってこともできないと思いますので、M サイズが破れちゃったとかいう時でも、予備のものに付け替えられるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。付属品はこんな感じの一般的なものが同梱されています。はい、そうしましたら装着感についても見ていくんですけども、装着感はですね、先ほど外観のところでもご紹介した通り、この部分がですね、若干大きくて、耳が痛いまではいかないんですけれども、私の右耳っていうのは成人男性にしては若干小さめなんですけども、その場合ですと若干窮屈だなという感じですね。通常サイズの方でしたら、そんなにですね、痛いとかそういうこともないかなと思うんですけども、ただですね、このイヤホンっていうのは、バッテリー持続時間も4時間しか持たないですし、もともとですね、長時間効くっていうタイプのイヤホンではないので、通勤や通学で1時間以内でですね、つけるだけというような方でしたら、そんなにですね、めちゃくちゃ痛くて使えないってことはないんじゃないかなと思います。耳にはまる部分はですね、こちら楕円形になっていまして、それがですね、しっかりとフィットして、耳からですね、外れてしまうって感じはないですね。頭を大きく振っても全然外れるっていう感じはしないんですけども、このイヤホンですね、公式のサイトとかですね、ちょっと見てみたんですが、イヤホン防水性能の記載がですね、見当たらなかったので、運動なんかには使わない方がいいのかなと思いますので、そこはですね、注意していただければと思います。イヤホンをつけたところを写真で撮るとこんな感じに見えるんですけども、スティック型のイヤホンということで耳からですね、ちょっとはみ出てはいるんですけども、そんなにですね、スティック自体も長くなくて、測定したところ、このはみ出てる部分はですね、19.6mm と2センチ未満ですので、そんなにですね、耳が大きくはみ出すぎて目立っちゃうとかそういうことも少ないんじゃないかなと思います。で、ここでですね、ちょっと気になるのが、こちらですね、ムーンドロップの文字がですね、この状態ですと、こっち向きですね、斜め上の方にですね、向いてしまうので、若干それは違和感あるのかなと思いました。下向きじゃなくて、こうつけると上向きになっちゃうという感じですね。スティックをですね、こう縦にですね、なるように耳にですね、はめればあんまりそういうのも気にならないと思うんですけども、私の場合こう斜めにつけるのがしっくりくるので、そうするとですね、反対向きになっちゃうなという形です。逆に左耳ですと、こう斜めにつけるとですね、下向きに文字が来るので、全然違和感はないんですけども、こんな見た目になりますね。ムーンドロップっていうですね、文字自体も太くなくて、目立つわけじゃないので、外から見ていてですね、よーく見ないとわからないレベルだと思うんですけども、こんな見た目になります。で、耳ら辺ですね、この辺なんかはちょっとですね、押されてる感じというか、あんまり隙間なんかもなくって、ピタッとはまっているというか、若干ですね、私の場合は窮屈だったなっていう感じはしますね。装着したところ写真で撮って前から見るとこんな感じに見えます。このスティックがですね、頬に沿うっていうほどまではないんですけども、若干頬の方に向かってくるような感じで、ここですね、頬とスティックがですね、そんなに間が空いていないということがあって、マスクの紐とかですね、アクセサリーなんかが挟まっちゃってですね、ピンって引っ掛けてイヤホンが落ちちゃうって心配も少ないんじゃないかなと思いますし、前から見た時にそんなに変な感じもしないというか、イヤホンが耳からですね、はみ出るっていうのを全然見えないと思うので、そういう部分ではいいかなと思います。ということで、装着感に関しては全然悪くはないし、頭から落ちちゃうという部分も全然ないんですけども、耳に入るこのプラスチック部分が若干大きめですので、耳の大きさに自信がないっていう方は注意していただければと思います。続きまして、アプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、このイヤホンはムーンドロップリンクというアプリでカ
スタマイズすることができます。このアプリでできることはかなりシンプルで、カスタムタッチですね、操作コマンドの設定とイコライザー設定、それから説明書を見るというですね、これぐらいしかすることができないという感じになってます。まずカスタムタッチなんですけども、こんな感じで、次の曲、前の曲、再生一時停止、音声アシスタント、ノイキャン機能のオンオフ。これがですね、個別に設定することができます。なかなか珍しいインターフェースで、他のイヤホンですと、シングルタップの時にどのコマンドをするか、ダブルタップの時にどのコマンドをするかっていうですね、作りなんですけども、このイヤホンはどの操作に対してどのコマンドを割り当てるかという形になっていて、珍しいんですけども、分かりやすいインターフェースだなと思いました。例えば前の曲は、左をダブルクリックになってますけども、左をシングルタップとかですね、こういうのを設定することができますね。こんな感じになっていますので、音量の上げ下げはイヤホン本体ではできないんですけども、この左側に並んでいる操作っていうのはイヤホン本体でカスタマイズすることができるという仕様になっています。チューニング設定というところで、イコライザーですね、プリセットが5つですね、用意されていて、こちらを切り替えることができます。カスタムイコライザーで変更っていうことはできないんですけども、このプリセットもですね、なかなか優秀で面白いので、こちらですね、使ってみるのもいいかなと思います。そして取扱説明書を見ることができます。こちらですね、先ほど取扱説明書、紙で入っていた時は、日本語もですね、20ページぐらいで記載されているよというのをご紹介したんですけども、なぜかこちらのですね、アプリで見るときは日本語表記がなくて、一番わかりやすいのだと英語のがですね、一番最初に来ているという形になっています。これちょっと残念だなと思いましたね。せっかくなので、日本語も入っている説明書の PDF をここに入れてくれたらよかったんですけども、こちらはアプリで見ると日本語では見れないという感じになっています。そしてあとはバージョン番号なんかが見ることができますね。こんな感じで、アプリでのカスタマイズはシンプルでですね、実質操作コマンドのカスタマイズとイコライザー設定をすることができるという形になっています。はい、続きまして音質についてなんですけども、音質はですね、やっぱり安いモデルでもかなりですね、音質に評価があるムーンドロップということがあって、なかなかですね、良かったかなと思います。デフォルトの音質ですと、低音域は若干抑えめで、中高音域の伸びがいいというか、そちらが持ち上がっているような感じで、結構ボーカル重視な方とか、そういう方なんかにかなり向いているんじゃないかなと思いました。デフォルトの音ですと、ダンスミュージックとかですね、結構シンセサイザーなんかで音を鳴らしているような曲なんかですと、とても合うんじゃないかなと思いましたね。よく安いイヤホンでありがちなドンシャリというような音ではなくて、デフォルトだと低音を抑え気味のものになっているので、低音があんまり好きじゃないっていう方でもかなりいいんじゃないかなと思います。低音がですね、鳴っているのが好きという方ですと、先ほどアプリのところでありました通り、プリセットのですね、こちらの X ダイナミックとか、一番下のこちらのものですと、結構低音なんかもガツンとくるようになっていて、迫力なんかもある音になっているので、こちらもですね、とてもいいかなと思います。私はですね、この X ダイナミックって音なんかだと、かなりですね、メリハリがあって、低音域もすごくなってるし、高音域なんかの迫力なんかもある音で結構面白いかなと思ったんですけども、こんなも用意されています。カスタムイコライザーで音が調整できない分、プリセットがですね、しっかりと作り込まれていて、プリセットによってかなりですね、音がガラッと変わるので、そういう楽しみ方もできるかなと思いましたね。ノイキャンもついてますし、音もですね、しっかりとやっぱ鳴らしてくれるということで、とてもこの価格帯だったらですね、十分通用できる音というか、1000円、2000円のイヤホンを買うんだったら6000円ですね、出してもらって、このイヤホンを買った方が音楽ですね、かなり楽しめるなと感じましたね。で、続きまして操作感についてなんですけども、操作はこの辺がですね、タッチセンサーになっていて、ここでタッチを行うことになります。タッチセンサーの場所はですね、若干分かりづらいかなという部分もあるんですけども、このスティックの部分がですね、角張っていて、スティックの一番上の部分なんかもこの角とかで分かりやすいので、慣れればですね、十分タッチはできるかなと思います。で、タッチした時の操作音なんかは、シングルタップとかダブルタップの時っていうのはならなくて、長押しした時だけですね、長押ししたことを検知すると、プッてですね、一回音が鳴って、でその後にデフォルトだとノイキャンのオンオフが長押しでできるので、先ほどですね、ご紹介したバーチャルライバーの三月ゆきさんの声が流れるという形になっています。その音っていうのがですね、かなり可愛らしくて、ちょっとですね、クスってなっちゃうような萌え声というかですね、声をしていてですね、めちゃくちゃ可愛らしくて、操作するのも楽しいなっていう感じはしていますね。で、操作のレスポンスに関しては、めちゃくちゃ速いってことはなくて、例えばノイキャンのオンオフですと、長押しをして、一回プッて音が鳴って、そのノイキャンのオンオフのアナウンスが流れて、それから変わるということで、めちゃくちゃ速いってことはないので、イヤホン操作でたくさん操作をするって方ですと若干ストレスが溜まるかなと思うんですけども、基本的にスマホ側で操作するので、タッチ操作は補助的なものでいいという方であれば十分な操作感なのかなっていう感じがしました。
続きましてノイキャンについてなんですけども、6000円台のイヤホンということでノイキャンの効果自体はめちゃくちゃ強いっていう感じではなくて、低音域の音なんかをちょっとですね消してくれるという感じのマイルドなですね作りになっています。電車なんかを乗っていると走行音なんかの低音域だとノイキャンが効いているのが分かって、そこそこですね騒音を軽減してくれるっていうのは分かるんですけども、アナウンスの声だったりとか周りの乗客の方が話しているようなですね音だったり、そういうですね中高音域の音なんかですと結構ですねがっつり入ってくるなっていう感じのノイキャンになっています。6000円のイヤホンですし、音質もですねしっかりと作り込まれているので、ノイキャンをですねそこまで聞かせるっていうのはやっぱり難しいとは思うんですけども、ノイキャンにはめちゃくちゃ期待するとちょっとがっかりしちゃうなっていう部分があると思うので、そこはですね押さえておいていただければと思います。はい、それではレビューの最後に通話品質についてご紹介していくんですけども、いつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらはムーンドロップ猫ケーキ黒猫とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質はですね、スティック型のイヤホンということもあって、そこそこいいんじゃないかなと思いました。なんか低音域がですね、かなり強調されているというか、音がこもってるって感じじゃないんですけども、低音域がですね、なんかよりはっきりと入ってるなという感じがしましたね。めちゃくちゃ機械音っぽいって感じではないので、話していてですね、音がおかしいなって感じにはならないんじゃないかなと思いますので、そんなにですね、違和感なく通話ができる音質なんじゃないかなと思いましたね。はい。ということで、ここまでムーンドロップ、猫ケーク、黒猫のレビューを行ってきたんですけども、ここからは気になった部分についてご紹介していきたいと思います。気になった部分の一つ目はですね、QCY のイヤホンをレビューした時にも同じことがあったんですが、このイヤホンですね、スティック部分が角張っていて、下から見るとですね、四角いので、このイヤホンケースにしまう時にちょっとでもですね、角度がずれちゃうと入らなくて、イヤホンを収納する時にですね、しっかりこちら見てないとうまくはまらないなっていう感じがしましたね。ですので、友達と待ち合わせして、目的地に着いた時にですね、友達の方見ながらこうやってなんとなく入れようとするとうまくはまらないっていうのがあって、この辺ですね、ちょっと気になったかなと思います。これスティックがですね、四角いからしょうがないのかなっていう感じがしますけども、入り口の部分だけでもちょっと大きくしておいてくれたりするとちょっと良かったかなとは思いますね。気になった部分の2つ目なんですけども、先ほども少しご紹介しましたが、アプリでですね、マニュアルを見ようとすると、日本語のマニュアルが表示されないということで、付属品のですね、マニュアルにはしっかりとですね、後ろの方に日本語が書かれていて、こちらで全然見れるんですけども、アプリから見ようとした時はマニュアルが見れないので、そこがちょっと残念だったかなと思います。紙だったらですね、マニュアルを日本語で作ってるんだったら、そこはですね、アプリにも入れといてもらえるとよかったんですけども、そこがなかったですね。気になった部分の3つ目なんですけども、このイヤホンですね、ノイキャンにしておいて、一回ですね、電源を落とすためにイヤホンをですね、収納して、イヤホンを取り出すと、ノイキャンオフの状態から始まるので、イヤホンの操作をしてノイキャンに入れ直さないといけないということがあります。デフォルトですと、長押し操作でノイキャンのオンオフができるので、一回長押ししなきゃいけないということで、ちょっと一個手間が増えるということで、そこはちょっと残念だったかなと思います。ただですね、ノイキャンのオンオフをしたときは、先ほどご紹介した通り、バーチャルライバーの方の可愛い声がですね、鳴ってくれるということで、個人的にはですね、そんなにですね、気にならないというか、ストレス度は低かったんですけども、一手間いるっていうのはちょっとですね、残念だったかなと思いましたね。はい。ということで、今回、ムーンドロップ猫ケーク黒猫のレビューをしてきました。6000円でノイキャンが入っているということで、かなりですね、お得なモデルだと思うんですけども、ムーンドロップはですね、冒頭でもご紹介した通り、安くても音質はですね、しっかりしているというメーカーですので、音質はですね、十分楽しめますし、イコライザーはですね、カスタムイコライザーはないものの、プリセットですね、いろいろ音質が変えれるということで、いろんな楽しみ方ができるイヤホンだなと思いました。デフォルトだと、低音域っていうよりかは中高音域がですね、ちょっと上がってるような感じがしていて、ボーカル重視の方なんかですと、よりですね、楽しめるんじゃないかなと思いました。あとはですね、やっぱこのイヤホンの特徴はこのデザインですよね。この猫がですね、怒ってるですね、印刷がされていたりとか、この辺っていうのはですね、やっぱ唯一無二というか、他だとですね、あんまりこういうデザインのものもないと思いますので、猫がですね、やっぱとても好きって方とか、デザイン重視したいという方なんかはとてもいいかなと思います。あとは音声アナウンスなんかもですね、かなり特徴があって、聞いていてですね、楽しいというか、そういう部分もありますので、その辺のですね、特徴を加味していただいて購入いただくのがいいんじゃないかなと思います。6000円という完全ワイヤレスイヤホンにしてはかなりですね、安い価格帯のイヤホンになってますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひですね、チェックをしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はこれからもチェックをお願いします。それから私はブログもやってまして、ブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしてますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。